はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回は、ギファイン、クリーン、ダイナミックドライバーモデルです。ギファインは割と新しいメーカーさんだけど、ファーストモデルのクレイナーが出てからもう1年ぐらい経つのかな？そうだね。それから半年後ぐらいにネルシーが発売になって、さらに今年の夏にネルシー AE が出たんで、ニューモデル、クリーンで4モデル目になるね。クレインは、ネルシーとドライバー構成は同じ、ですよね。1DD だからそうだね。同じ。しかもダイヤフラムが DLC なんでしょ？さらにチューニングノズルがついてる。コンセプトがネルシー AE に似てるよね。ああ、確かにそうだな。今、ネルシー AE が13,000から14,000円ぐらいするんだけど、クリーンは7,000円台なんだよ。ギファインで1万円切るモデルは初めてだと思うし、コンセプトがネルシー AE となると、相当コスパがいいんじゃないの？そういうことになるよな。1DD モデルでダイヤフラムが DLC、チューニングノズル付きとなると、あとは音質が問題なければ、十分検討するに値するモデルなんじゃないか？主な特徴はこれ。DLC、ダイヤモンドライクカーボンダイヤフラム。詳細は上の通り。次はデュアルキャビティドライバー構造。この部分だね。次は2種類のチューニングノズルです。デフォルトで装着されているのはシルバーです。ブラックでは中広域が強調されます。ハウジングは合金鋳造で、ギファインの今までのモデルと同じです。その分少し重たくなりますが、頑丈です。前面ハウジングと背面パネルはネジで固定され、長時間経過後や接着剤が劣化した場合でも、ハウジングの破損を防ぐことができ、長持ちする品質と長い使用寿命を目的として設計されています。ギファインはいつもケーブルについて詳細説明がしっかりしていて、今回の銀メッキ導線も上のような説明があるよ。4.4mm の設定はないようだけど、品質は高いみたいだね。では波形をチェックしていきましょう。バンドルイヤーチップの質感は悪くないので、そのまま使用でもいいと思いますが、いつもの通り、デバイナスベルベットを使います。ベルベットってそんなにいいの？平均的な出方をするんで、レビューにはいいね。もちろん普段のリスニングにもいいよ。へえ。これはマイヤーチップを重ねた比較。5キロ以上の変化の違いを見てもらって参考にしてもらえればね。そうですね。今回のサウンドチェックはどうするのかな？クリーンのチューニングノズルの比較プラスネルシーオリジナルを聞き比べてみよう。波形を重ねるとこんな感じ。この特徴をよーく見てもらった上で聞くと違いがよくわかると思うよ。そっかー。じゃあまず聞いてみよう。音質調整の基準はクリーンのシルバーノズル、ブルーの波形ね。ケーブルはバンドル品を使ってるよ。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。事前に波形を見てポイントが分かっていたので、違いが分かりやすかったです。ブルーの波形、シルバーノズルが音調整の基準に対し、ピンクの波形、ブラックノズルは 2.5 キロと5キロ席の小ぶりなピークのおかげで、明るさが増して、ボーカルがスッと前へ出てきてたよね。そういう印象だったね。シルバーノズルだと少し広域に物足りなさを感じる場合もあったんで、リアーチップの調整で改善は見込めるけど、ブラックノズルに変えてしまった方が解決は早そうね。ミミィちゃんはどっちが好み？私はピンクの波形、ブラックノズルかな。歌物よく聞くから。確かに歌物ならブラックノズルの方が適してる気がするわね。ジャックさん、デルシーとの比較はどんな印象でしたか？これも波形通りなんだけど、デルシーの場合、2から5キロあたりはこの比較では一番控えめだよね。同じ広域でも厚みとか太さみたいなものではなく、線の細い感じの広域という印象だったのはこの部分の差だね。こういうチューニングの仕方は他メーカーのモデルでも割と見かけるパターンで、ハイハットとかクラッシュシンバル、スネアの明るさなどに特徴が出る。もちろんその他の楽器でもこの帯域の成分が多ければ当然反応するけどね。ドラムパーツで話をするのはだいたいいつも鳴ってるからって理由ね。ああ、そういうことか。今度はデルシー AE の波形も重ねてみる。薄いシルバーの波形はデルシーオリジナルに近いね。そのようね。ゴールドの波形はクリーンのピンクの波形、ブラックノズルに近いけど4キロあたりの谷が結構あるわね。さらに6から8キロあたりはデルシーオリジナルのように強調されているよね。そうだね。だからデルシーオリジナル、デルシー AE と比較しても重なる部分はほとんどないわけだ。クリーンはデルシーに比べ2から5キロの帯域を持ち上げ、6キロあたりはデルシーほど強調していないってことがはっきりした。というわけでクリーンを聞いた印象なんだけど、低域はデルシー同様どっしりとして存在感があり、やや柔らかめで量感優先。シルバーノズルはやや低域中心に効く場合にはいい。と言っても極端なバランスではなく、空間もしっかり感じられる。全体的にとても滑らかな出音に感じる。なるほど。それで広域が足りなければブラックノズルの登場ですね。そう。ブラックノズルにするとパッと明るくなって迫力も増す。実際レベルが 1.5 デシベルぐらい上がることもあって派手さを感じるね。さっきも触れた通りボーカルが前へ出てシンバル系も派手に聞こえてくる。コウテイのバランスはこちらの方が釣り合いが取れている印象。どっちのチューニングノズルも使えるってことでいいのかな？うん、いいと思う。これが既存のデルシーの価格よりお安めで8000円くらいですからね。そう、キファインも手の出しやすい価格設定のモデルを投入してきたってことだね。見た目に派手さはないけど堅実なモデルとして長く使えるモデルになるだろう。はい、おすすめですね。ということでキファインの DLC1DD モデルクリーンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。